こんにちは、まみ旅へようこそ。今回宿泊したのは、ついに11月に大江戸温泉物語と経営統合するゆかいリゾート。ゆかいリゾートは20年くらい前からあったから、私もいろんな施設で10回弱くらいはお世話になったと思うわ。そんなゆかいリゾートの泊まり納めに私が選んだホテルは、三重県鳥羽市の鳥羽最長楽。早速やけど、今回のホテル宿泊体験は星5つ中正直、星4つ。結構良かったっていうレベルやな。また後半にこのホテルのとかあかんとこをお伝えしようと思うから最後まで見ていってな。あと、このチャンネルは不定期更新やから次の動画も見てやってもいいでって方はチャンネル登録をよろしくお願いします。まずホテルの場所についてなんやけど、三重県鳥羽市ってここやねん。私は車で行ったんやけど、大阪からは3時間以上かかったかな。別料金にはなるけど、ゆかいリゾートのバスが大阪とか京都から出てるから、それで行く人も多そうやな。あとは関西からやと、近鉄特急の回り合わせっていう観光券がセットの切符を使って行く人も多いと思うわ。ちゃんと最寄りの鳥羽駅からホテルまでの送迎バスもあるで。今回宿泊するホテルはこれ、丘の上にあるね。ホテルの前の駐車場は10台くらいしか止められへんくて、基本的にはホテル前で運転手以外と荷物を下ろして、運転手は丘の下にある駐車場に車を止めて、送迎車で丘の上に戻ってくるっていうシステムやねん。で、このホテル結構小さそうやろ？送客室数は93室で、大浴場に屋内プールもあるはずやのに、で、なんとこのホテルは地下4階に対して地下5階まであんねん。しかも一番下の地下5階に露天風呂があるねん。実際よくわからんけど、結構な崖に立っているイメージ。ではホテルの中に入っていきたいと思います。外観はこんな感じで横にも伸びてる。ロビーに入るとお土産物屋さんがあって、熱帯魚の水槽とかもあるで。宿泊時はチェックイン時に大還元祭っていうキャンペーンをやってて、3つのサイコロを振って、1が3つ出ると宿泊料金が全員分無料になるっていうキャンペーンやってん。パパが挑戦。もちろん外れたけどな。では早速お部屋の中を見ていくで。鍵は古風なタイプ。天井が低めやから、背が高い人は扉を開けるときに頭注意してな。私が宿泊したのはスタンダードルームツインベッドのお部屋へで。2階やったし、そんなに外の景色は望めんかと思ったけど、意外と海とか島が見えんねん。ただ手前にボーボーの草とか木があるから、それで隠れちゃってる感じ。このお部屋にはお風呂はないから、他はトイレと洗面台がある感じ。どっちも新しそうやった。びっくりしたんが洗面台にペーパータオルが設置されてんねん。洗面台には泡のハンドソープとドライヤー、コップがあったで。アメニティは歯ブラシだけやな。戸棚の上には浴衣の上に羽織るもんとか帯とかタオルが入ってたわ。下は空いてるから荷物を入れれば部屋が広く使えるんちゃう？で、横にテレビがあって、テレビの下には冷蔵庫があった。何も入ってへんから自由に使えるタイプ。金庫の上にティファールもあったで。早速2歳息子と一緒にプールに行くで、廊下にはちょいちょい自動販売機があるからジュース欲しがる子供には不便。ホテルのエレベーターは2台離れたところにあるんやけど、地下2階より下に行けるエレベーターは片方だけやから、プールとか温泉に行くときは要注意やで。エレベーターとか廊下とかはエアコンがないみたいでちょっとムシムシしとったわ。ほら、見て。はい。これはなんだ？これなんだ？これは。これは。
どこ没有大大，是的，最大的刚才把过稿睡觉睡了，あ、次は、ここにも客室がトイレ。ここだね、すぐ。すでに晩ご飯が始まってるような時間やったからプールは空いてたで。ガラス張りで外が暗いから室内の明かりはちょっと暗めな感じやった。常に監視員さんが一人見てくれてたし、浮き輪とか子供用のライフジャケットの貸し出しもあったで。手前は水深1メートル、柵の向こう側奥の方はもっと浅かったで。プールは夜の9時までやってんねんけど、基本的には子供向けのプールやと思うわ。滑り台が2台あるんやけど、息子がハマってた方の滑り台は上級者向きやと思うわ。登るのが結構難しいし、滑るところもかなり急やから、怖くて滑られへん子も結構いたわ。監視員さんに大人も滑っていいか聞いたら、大丈夫って言われたから、この時は私も滑ってみたんやけど、角度は結構急やったで。ただ翌日の監視員さんには大人は登らないでくださいって言われたから、大人は滑る前に一回監視員さんに確認した方がいいと思う。プールの後は大浴場に行ったで。脱衣所とか温泉も施設は新しくて綺麗やったわ。屋内のお風呂も露天風呂もオーシャンビューなんやけど、この時はもう暗い時間やったから、ただただ真っ暗やってん。で星は結構見えたで。赤ちゃんを洗う時に使えるバスチェアも用意されてた。お風呂の後は晩ご飯。晩ご飯はビュッフェでレストランは地下1階にあるで。エレベーターを降りたら近未来的な青い光の道を通ってレストランに入る感じ。チェックインの時に夕食の時間は17時から18時半から20時からの中から選んで予約したけど、そんなにきっちり決まってる感じではなくて、自分で空いてる席に座る感じやった。私が最終回の20時からにしたからかもしれんけどな。でビュッフェ会場はこんな感じでシェフも何人かいて、オープンキッチンで盛り付けたりしているところが見れるようになってるで。では早速取りに。まずは子供の分からやね。なんと離乳食の用意があってん。キューピーのやつ。これで1歳娘のご飯もバッチリやわ。息子にはまずカレーかな。日によって食べるもんが違うから食べるかは分からへんけど、日によって食べるもん違うから、ちょいちょい入れとこう。これはさつまいもの天ぷらとエビ天。飲み物はソフトドリンク以外に引き立てコーヒーもあったで。ソフトクリームだけじゃなくてアイスクリームも6種類。晩ご飯でもシリアルがあったり、サラダも一通りあるし、あとデザート類が結構いっぱいあって、しかも手作りっぽいやつ、蒸しプリンとかアップルパイとかケーキとか、シンガポールの料理もあったで。こ
これはもつ鍋。小籠包。麻婆豆腐もある。でピザに豚汁。息子はピザが好きなんよね。ご当地の鶏を使った鶏天。こっちもご当地の鶏を使った茶碗蒸し。伊勢の青さの入った刺身こんにゃくとか、伊勢名物の手こね寿司。四日市トンテキ。個人的にはステーキよりも四日市トンテキの方が美味しかったわ。この辺はせいろ蒸し。天ぷら。ポテトとかのフライもあったわ。一通り見たところで自分の分も取りに行こう。やっぱりお刺身かな。すごい綺麗な身のお刺身がいっぱいあったで。カツオのたたきもある。あとは今回は全然取らんかったんけど、握り寿司もある。これはサーモンユッケ風マリネ。デザートの中ではこの手作りプリンが一番美味しかったかな。これは手作りのアップルパイ。ケーキも何種類かあるんやけど、この辺は全部息子が食べちゃったからちょっと味はよくわからへんけど美味しかったらしい。フルーツもいろいろあって、ライチもあったで。こちらがサーロインステーキ。せいろ蒸しっていうのが自分で野菜とかお肉とかを取ってテーブルに置いてあるせいろで自分で蒸して食べるんやけど、サザエとかエビとかもあってん。
じゃあ早速いただきます。サーロインステーキについては硬くはなかったけど、ステーキ用のお肉じゃなくない？焼肉用みたいな薄かったのはちょっと気になった。ここからはゆかいリゾートプレミアム伊勢志摩とは最長楽の館内施設を紹介していくな。まずは1階。入ってすぐのとこにお土産屋さんがあんねん。ゆかいリゾートオリジナルのバームクーヘンなんかも売ってる。次はゲームセンター。普通のゲームセンターの奥になんとキッズコーナーのボールプールがあんねん。プールと同じ滑り台とかもあるから、水着に着替えたりするほど時間がない時とか、水着持ってきてない場合とかはこっちのボールプールで遊んでもいいかもな。うちは2日ともプールで遊んだから、もうボールプールでは結局遊ばへんかった。次はもうちょっとロビー近くにあるリラックススペース。多分漫画とかをここで読むことを想定してるんやと思うわ。ヨギボーのクッションなんかも置いてあるし、絵本も置いてあるで。その奥には漫画コーナーがあって大量の漫画が置いてある。少年漫画、少女漫画もいっぱいあるし、結構新しい漫画も置いてあったで。リラックスコーナーは昼間に見るとこういう感じで窓から外の景色がよく見えるねん。で、横にあるのが卓球コーナーで卓球台とかピンポンとかが置いてある。無料。あと1階には有料のマッサージ屋さんとかゆかいリゾート名物のカラオケもある。カラオケは3部屋あって夜の時間以外は無料やで。ロビーの方に行くと水槽が壁にいっぱいあって熱帯魚がいっぱいおんねん。綺麗に手入れされてたから中の魚もよく見えたで。ロビーには浴衣が置いてあって自分で好きな柄とかサイズのやつを持っていくシステムやね。子供用もあるねんけど、子供用は80から100センチっていうのが一番小さいやつで、でも普段100センチぐらいの服着てる息子でも肩幅が大きくて、すぐに首のとこから腕が出ちゃう状態やったから、この浴衣着れる子供はあんまおらんかもしれん。このロビーがすごい広々してて、大きいガラス張りになってて、高級感もあるインテリア。ここに無料のコインロッカーもあるで。ここから外に出れるようになってて、外に出ると真っ暗。虫の鳴き声がすごい。足湯があんねん。この足湯は夜の12時まで入れるらしいで、誰も入ってへんかったけど。こちらの高級マッサージチェアは15分で300円やって。同じ場所なんやけど、お昼に来るとこんな感じで完全にオーシャンビューの広々とした場所やねん。夜は全く見えへんかったけど、近くには大きい島が見えるで。お外行ってみようと思うねんけど。な、行ってみよう。絶対落としたらあかんです。それ鍵貸して。鍵ちょうだい。あ、これ見て。またボード見える。またボート見える。落ちたらあかんから絶対気をつけてや。それ触らんといてやんばな。
床塔が見えますが、足湯もありますが、あまり使ってる人はいない。あ、ぬるぬる。次は地下1階。レストランがある階なんやけど、レストランまでの間にこっそり無料のマッサージチェアも置いてあったで。次は地下2階。シーサイドテラスの入り口があるらしいんやけど、行ってみたら雑に封鎖されてた。出れるときはあるんやろうか。地下3階。プールとランドリーがあるで。300円で洗濯はできたで。洗剤は売店で買わなあかんから夜間に洗濯ができひんかもしれん。私は奇跡的に洗剤持って行ってたからそれ使ったけど。次は地下4階。グランピングルームがあるフロア。エレベーターを降りると他の階とは全然違う雰囲気になってんねん。芝が引いてあんねん。このホテルで一番豪華なお部屋みたいなんやけど、扉を開けるとテントが張ってあるらしい。ここは共有スペースでキャンプファイヤー風の机と椅子がある。次は地下5階。ここには大浴場があんねん。プールの後に大浴場にはすでに行ってたんやけど、その時は息子もおったから、晩ご飯の後に一人でゆっくりお風呂に来たで。お風呂の前には牛乳の自動販売機が置いてあって、普通の牛乳、コーヒー牛乳、フルーツ牛乳、カップのヨーグルトがあったで。コーヒー牛乳1本200円を買ったで。こういうの絶対飲んじゃうよな。伊勢神宮で人気の牛乳屋さんらしい。自動販売機の横に椅子があるから座って飲んだら分かったわ。エレベーターを降りたらすぐにあった謎の壁画はどうやらこの牛乳を飲むときに拝むためにあるらしい。風呂終わって部屋に帰ったらみんな寝てたで。パパと息子はベッドに寝てたけど、娘は床のお布団で寝てもらいました。あ、この布団は家から持ってきたやつな。翌朝、お天気は悪かったわ。また青い道を通って朝ごはんに行ったで。朝食は7時から8時から9時からの3つから選べてんけど、朝はプールに行きたかったから7時からの一番早いやつにした。朝食の目玉はやっぱりこののっけ丼かな。好きな具を乗せれるんやけど、いろんな具が用意されてて普通に楽しい。これはホタテやな。お茶漬けとかサラダもあんで。サンマの塩焼きはまさかの一人一尾丸ごと。サンマ結構高いからなかなか家では買わへんし、こういう時にしっかり食べとこう。朝食にもフルーツとかケーキもあるで。
の朝食でよくあるスクランブルエッグとかウインナーもあるで。パンも普通のパン以外にもデニッシュとかクロワッサンとかもあった。このクロワッサンも息子に取られたから味はちょっとわからへん。作りたてのフレンチトースト。おかゆとかお漬物類も豊富。伊勢名物の伊勢うどんもあるで。あとはだし巻きも見た目が綺麗。お惣菜もあったで。サンマは油がそんなに乗ってなかったからめっちゃ美味しいっていうわけではなかったかな。普通のサンマ。でもあれカシスのケーキやで。朝食の後はプールに行ったで。この時間は人が多かったから写真は撮られへんかったんやけど、プールも海側が一面ガラスになってるから夜とは全然雰囲気が違うくって広々した明るい感じやった。バルコニーに出られるんやけど、2フロア下のお風呂からの景色とほぼ同じような感じやね。チェックアウトは12時やからプールの後にお風呂に入って部屋でのんびりしてからチェックアウトできたで。では早速、ゆかいリゾートプレミアム伊勢志摩鳥羽最長楽とこあかんとこ寄ってくで。残念だったところ、お部屋に意外な難があるってとこかな。2020年に大規模リフォームをしたらしいから、綺麗なところも多いんやけど、リフォームでなんともならんかったところもあんねん。まずお風呂のない部屋が多い。正確な数はわからんけど、部屋の種類を見るとお風呂なしの部屋がいっぱいあんねん。基本的には露天風呂付きみたいな豪華なお部屋にはお風呂があるっていうイメージやったわ。で、1週間くらい前に予約したからもうお風呂なしの部屋しか空いてなかったん。いつも温泉があるホテルの場合、どうせ部屋のお風呂使うことないし、なくても大丈夫やと思ったんやけど、こういう時に限っておむつ漏れで服がドロドロになるっていう事態になってめっちゃ焦ったわ。しかも洗面台もおしゃれな洗面ボールみたいなやつやったから、子供服でも1枚ずつしか洗われへんくて大変やった。意外と部屋風呂大事やったわ。お部屋の防音能力が低い。廊下側は玄関の後に扉が1枚あるからそんなに気にならへんかったんやけど、窓側はかなりうるさかった。夜、虫が夜中中鳴いてるからキャンプに来た感じ。静かじゃないと寝られへん人は耳栓持ってきた方がいいかもしれん。なんか廊下や部屋扉の天井も低いね。身長が高い人は圧迫感があるかもしれん。私も身長170センチオーバーやから、部屋の扉はちょっと慎重に通る必要があったわ。ベッドが硬い。これはもちろん好みがあると思うんやけど、ホテルのベッドっていうよりかは畳に直に布団を敷いた感じやった。コイルマットレスみたいな感じではなかった。あとは海が近いから湿気が多いのか、壁紙が剥がれてきてるところが結構あったわ。廊下とかエレベーターはエアコンがないからムシムシしてた。エレベーターが2箇所の合計2台しかないから、
行ける人は基本階段を使う感じになるかな。私はベビーカーがあるから基本エレベーターやったんやけど、そんなに他のお客さんに合わんかったからエレベーターがぎゅうぎゅうで乗れへんとかってことはなかったわ。ベビー用品の部屋貸し出し品はない。あらかじめホテル側にベビー用品の貸し出しについて問い合わせてたんやけど、特に貸し出しできるもんがないっていうことやった。今回は和室にベッドがある部屋やったんやけど、ベッドガードないし、ベッド同士をひっつけることもできひんっていうことやったから、大人2人、子供2人で寝るのは結構難しいと思ったわ。で、家からベビー布団を持って行って、1歳になったばかりの娘は、畳の上に持って行ったベビー布団を敷いて寝てもらった。ホテルに布団持っていくのは初めてやった。おむつ用のゴミ箱もないっていうことで、大型のゴミ箱を玄関に置いてくれてたんやけど、全く気密性のないゴミ箱やったから、廊下が結構臭くなってた。まあ2人分のおむつ捨ててるからな。でベビーグッズについては部屋に貸し出しはないけど、食事会場の補助椅子とか、大浴場のバスチェア、脱衣所のベビーベッドとかはあったで。あと食事会場にキューピーのベビーフードを置いてくれてたんはポイント高いよね。あと地味に嬉しいのが、プール、更衣室とかお風呂の脱衣所におむつを捨てれるところを作ってくれてたところ。普通は使用済みおむつを部屋に持って帰らんとあかんのよ。その辺はさすがにファミリー向けホテルやと思ったわ。大浴場からの景色に注意。気持ちの問題やと思うんやけど、大浴場から外を見た時に人が見えんのってちょっと落ち着かんやん。女性の屋内風呂は一面がガラス張りになってて、外に海とか島が見えるんやけど、海に釣りをするための人工島みたいなのがあって、普通にその島で釣りをしてる人が見えんねん。釣りをしてる人からは角度的には見えへんと思うんやけど、かなり近いし、ちょっと落ち着かんかなって思った。距離はあるけど、イルカ島っていうイルカのショーを見るために多くの人が観光船で乗り降りする島も見えてて、普通に船も見えるから、そっちの人もちょっと気になるよね。で、露天風呂は角度が違うからそんなに気にはならんかったんやけど、男性の露天風呂はどうやら女性の屋内風呂の横にあるみたいやね。で、女性が屋内風呂になってた側に露天風呂があるから、パパが釣り人から丸見えやって言ってたわ。で、実際に公式サイトに載ってる写真で確認してもらっても、まあこんな感じやね。ちょっと落ち着かんよね。夜は真っ暗やから景色は何も見えへん。露天風呂からは星がいっぱい見えたわ。次良かったとこ。いろんな楽しみ方ができる。大浴場屋内プールキッズコーナー以外にもカラオケ卓球ゲーム、漫画もあって、ホテル内で各自好きに過ごせるのがいいと思ったわ。しかもどれも結構営業時間が長いから混雑しにくいのもいいと思った。例えば屋内プールなんかは朝の9時から夜の9時まで空いてるとかすごない？ボールプールのキッズコーナーも朝9時からまさかの夜10時まで。漫画は漫画コーナーから24時間勝手に借りて部屋に持って行って読んでいいらしい。で、チェックアウトが12時っていうのもゆっくりできてよかったわ。朝食後にプールと温泉入ってからチェックアウトできたから、まあ思う存分遊んだって感じやね。どこからでもオーシャンビュー。ロビーからもお風呂からもプールからもオーシャンがビューしてんね。で、スタンダードのお部屋でさえも海側一面がガラスになってて海を眺められるのはすごいよね。まあいい部屋やと部屋の露天風呂からも海が見れるらしいわ。まあ、ガラス張りのところが多い分雨の日は残念な感じになりそうやとは思ったけど。問い合わせ対応が良かった。宿泊前にいつもベビーグッズのこととかホテルに問い合わせるんやけど、基本は電話対応のところが多いね。でもゆかいリゾートの場合は予約時にコメントしたらメールで回答してくれてん。どうやらホテルの人が対応するんじゃなくて予約センターが対応してくれてるらしくて、その後の返信もめっちゃ早くてスムーズやったわ。娘の誕生日の宿泊って話をしたら、誕生日のフォトフレームサービスがあるっていうのを教えてくれてん。チェックインの時にカードをくれて、夕食時にスタッフにそのカードを見せたら、写真を撮ってフォトフレームに入れてプレゼントしてくれたで。宿泊料金について、このホテルの部屋は大きく分けて4種類あんねん。いい部屋からグランピングルーム、スペリアルーム、スタンダードルーム、エコノミールームとある中で、今回宿泊したのはスタンダードルームやね。
予約するときに空きがあったのはスタンダードルームとエコノミールームだけやったわ。ホテル公式サイトからの予約でスタンダードルーム大人2人で 32,664 円、大人1人当たり 16,332 円でした。入湯税は1人150円で大人2人分の300円込みの価格やね。本当はもうちょっと高かったんやけど、ミラクルが起こって、隣の部屋に宿泊してた見ず知らずのファミリーが、公式サイトで予約した子連れの人のみが利用可能っていう割引券をくれて、それで5,000円割引になった。ミラクルやろ？で、前回動画出したグランドメルキュール淡路島とあんま変わらん価格になったけど、部屋が綺麗やった分、私は今回の方が満足度が高いかもしれん。でもグランドメルキュールはお酒飲み放題やから、お酒好きな人にはそっちの方が評価が高いかもしれんわ。冒頭で話した通り、このホテルは2024年11月から大井戸温泉物語プレミアム鳥羽最長楽に名前が変わるらしいから、いろいろ変更になるし注意してな。特に変更になるのは大井戸温泉の会員制度になることと、チェックアウトが12時やったんが11時って早くなる点やね。宿泊する人はしっかり確認してみてな。11月からも名前が変わるだけでおそらくほとんど変わらず営業するんやと思うんやけど、20年ほどお世話になったゆかいリゾートっていう名前がなくなるのはちょっと寂しいやんな。ゆかいの湯の字がお湯の湯になってるっていうので、結構いいネーミングだと思ってたんやけど。また皆さんのゆかいリゾートで思い出はコメント欄で教えてな。何しろ不定期更新なので、次の動画も見てみたいなって思ってくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。